皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。前回のビデオから関数間でのデータの引き渡し方法についてお話ししています。この時、数値計算では配列データを渡す知識が必要です。これはポインターを使うアドレス渡しが基本となります。そこで今回は数値及び文字列の配列データの渡し方について説明します。それでは早速練習問題を与えます。最初の2つの問題では数値データの渡し方を説明します。問題1、メイン関数で1次元の配列データ 1.0、2.0、3.0、4.0、5.0、-1を定義し、これらを別の関数へ渡した後に表示するプログラムを作りなさい。ここで最後の負の値 -1 はデータの終わりを確認する指標として使います。プログラム例を示します。いつものように stdio ヘッダーファイルを取り込みます。その下にある2つのプロトタイプ宣言文から本プログラムには2つの関数が含まれることがわかります。メイン関数では最初にフロート型の1次元配列アレイ鍵括弧の定義とデータの設定を行っています。次に関数func1 括弧を呼び出します。ここでは括弧の中に配列名を書いているので、最初の数値 1.0 が格納されたメモリーのアドレスを渡しています。func1 括弧関数ではこのアドレスをフロート型の配列 A 鍵括弧で定義し、その先頭アドレスとして受けています。これにより本関数では配列 A 鍵括弧を使って配列データを操作できるようになります。次に配列要素番号として使用するイント型の変数を定義し、その後while 括弧関数での処理が行われています。while 括弧関数では括弧の中の判定条件が満たされない間中、中括弧の中の文を繰り返し実行します。すなわち a 鍵括弧 i の値が -1 に等しくない間は実行し続けます。そして実行の都度 a 鍵括弧 i の値を画面に表示します。メイン関数へ戻りましょう。次に関数 func2 括弧が呼び出されています。この場合も配列データの最初の値が格納されたメモリーのアドレスを渡しています。しかし func2 括弧関数ではフロート型のポインター変数 p を定義し、これを使い渡されたアドレスを受けています。これにより本関数では p を使って配列データを操作できるようになります。配列要素番号として使用するイント型の変数 i を定義した後、前と同じようにwhile 括弧関数での処理が行われています。ここではポインターの指すアドレスの値*p がwhile 括弧関数の終了判定条件として使われています。そして*p の値を表示した後にポインターに1を加えてアドレスを繰り上げ、次のデータを参照できるようにしています。終了判定には前と同じように -1 の値を使っています。このように1次元の配列データは2つの方法で受け取ることができます。func2 括弧ではメイン関数から送られてくるアドレスをポインターで受けていることが明らかです。同様にfunc1 括弧でも分かりにくいですが、関数名の a がポインターとしてアドレスを受けています。このプログラムを実行すれば func1 括弧 func2 括弧のどちらでも同じような値が画面に出力されます。すなわち
これらのデータの受け方は基本的に同じであることがわかります。それではどちらの方法が良いでしょうか。私は func1 の方法の使用を勧めます。なぜならば、関数側でフロート a 鍵括弧と書かれていることでデータが一次元配列であることがわかるからです。次は二次元の数値データの渡し方の練習問題です。問題にメイン関数で二次元の配列データを定義し、これらを別の関数へ渡した後に表示するプログラムを作りなさい。プログラム例を示します。メイン関数では最初に二次元配列 array 鍵括弧鍵括弧を定義し、データを設定しています。そしてfunc 括弧関数を呼び出しています。括弧の中には配列名を書き、配列データの最初の値、すなわち1点0が格納されたメモリーのアドレスを渡しています。func 括弧関数では、フロート型の二次元配列 a 鍵括弧5を定義し、配列名 a をポインターとし、渡されたアドレスを受けています。ここで重要なのは、メイン関数と同じ二次元配列を定義すること。配列の最後の要素には、1行のデータ数を必ず書くことです。最初の鍵括弧は空白で構いません。その後、for 文に基づき、データをプリント f 括弧関数で出力しています。これにより画面上には次のような数字が配列番号とともに出力されます。次の問題からは文字列の渡し方を説明します。最初は1個の文字列を扱います。問題3、メイン関数で文字列 Japanese Language を一次元配列で定義し、これを別の関数へ渡した後に表示するプログラムを作りなさい。プログラム例を示します。メイン関数において、チャー型の変数を扱う一次元配列 a 鍵括弧を定義し、データを設定します。次に func1 括弧関数を呼び出します。括弧の中には配列名 a を書き、最初の文字 j が格納されたメモリーのアドレスを渡します。func1 関数では、チャー型の配列 x 鍵括弧を定義し、このアドレスを受けます。その後は前の問題と同じように、while 括弧関数を使って文字列を出力します。再びメイン関数へ戻りましょう。func に括弧関数を呼び出します。前と同じように、括弧の中には配列名 a を書き、最初の文字 j が格納されたメモリーのアドレスを渡します。func に関数では、チャー型のポインター p を定義し、これでアドレスを受けます。その後は前の問題と同じように、while 括弧関数を使って文字列を出力します。これらの2つの関数でのポインターの受け方は、数値データの場合と同じですね。このプログラムを実行すると、どちらの関数でも同じ文字列が出力されます。最後の問題は複数の文字列データの渡し方です。問題4、メイン関数で複数の文字列 Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday を二次元配列で定義し、これらを別の関数へ渡して表示するプログラムを作成しなさい。プログラム例を示します。メイン関数において、まず二次元配列 a 鍵括弧を定義し、これに文字列データを設定します。また配列の要素数
すなわち文字列の個数をイント型変数 n に設定しています。次にfunc関数を呼び出し、括弧の中に関数名を書くことで最初の文字列万での m が格納されたメモリーのアドレスを渡します。合わせて文字列の個数、すなわち値を渡します。func関数ではチャー型の二次元配列 x 鍵括弧鍵括弧とイント型の変数 n を定義し、送られてくる情報を受けます。ここで配列の定義では一番右側の要素数の指定が必要です。その後、プリント f 関数において各文字列データの最初のアドレス x 鍵括弧 i を使い%s により一気に文字列を表示します。このプログラムを実行すると次のような文字列が表示されます。以上、本動画では配列データの関数への渡し方について述べました。数値計算では通常文字列データを渡すことはあまりありません。しかし、数値データは頻繁に渡しますので必ずマスターしてください。本日のお話はこれで終わりです。いつもご視聴いただきありがとうございます。わからなかったら遠慮なく質問してください。それでは次回の動画まで。ごきげんよう。